大学時代は有機化学を専攻していました。分析機器の基本的な知識であったりとか、実験の手法に関しては学生時代に扱ってきたことが活かされているなと思います。また業務上に出てくる専門用語ですね、全く話についていけないっていったところもあまりなくて、化合物の名称からこういった構造なのかなであったり、構造から逆にこういった名前かなっていう風にイメージがつきやすいっていうところが学習したことが少し活かされてるなと思っています。パーソル添付スタッフには中途入社でして、現在は2カ所目の就業先であるパナソニックエナジー株式会社で主にリチウムイオン電池の分析業務に携わらせていただいています。正極や負極の材料分析であったり、使用に伴って生成する反生成物の分析に携わっています。私が主に担当している機器なんですけれども、 GC や GC マスです。正確に手際よくは行えるように工夫して業務に当たっています。今の業務に対してはすごい自信があるっていうわけではなくてですね、もう本当にミスをしないように丁寧に心がけています。扱ってたりとか見たいものの濃度だったり量だったりのスケールが小さいものがやっぱりありますので、簡単に汚染されてしまいます。汚染によってサンプルを測定できないだったり、分析がうまくいかないっていうことがないように丁寧に扱うっていうことを心がけて業務しています。今後は今持っている知識をさらに深掘りしたり、まだまだゼロから学ばなきゃいけない内容があると思っています。最終的には広いジャンルをカバーできるような技術者になりたいと思っています。クライアントがこういった技術を持っている人欲しいですっていった要望に対して、知識や実際の現場をですね知ってる方がより理解が深くスムーズに対応できるのではないかと考える場面もありまして、そういった働き方も少し興味には湧いています。特に今ちょっと力を入れて実践しているっていうのが、自分と同じ専門職の方との交流会をですね毎月開催しています。定期面談の時にですね、交流会を使って横のつながりを広げていきたいですっていうふうにちょっと言ってみたんですけれども、そしたらじゃあやってみようかというふうに返事をいただいたので開催させていただいております。まずは自分と同じオフィスの専門職の方たちに集まっていただいて、業務について紹介をしてもらいました。操作が異なっていたり、あとは求められている精度だったり異なっていまして、そういったところではすごい面白い会になったのではないかなというふうに思っています。交流会を通して違う業務に対する理解だったりとか一つの経験になったのと、改めて専門職同士が少し距離が近づいたんじゃないかなっていうふうには自分は実感しています。常駐先の業務というのももちろん大事なんですけれども、それだけでは寂しさというものを感じるかもしれません。横のつながりを作ることで解消して生きていけたらなというふうに思っています。この交流会を続けていくことで専門職の知識技術力というものを徐々に高めていって、結果としてお客様の信頼につながるという未来を実現したいと思っております。今進めている取り組みの一つとしては、専門職が専門職を呼び込むという取り組みを進めています。パーソル添付スタッフに派遣登録してくださっている方に向けた取り組みなんですけれども、専門職の働き方や正社員派遣という働き方に魅力を感じている方、ぜひとも一緒に働いてくれる方をお待ちしております。フランクな人が多いっていうところが好きですね。立ち寄った時には明るく「赤松くんじゃん」みたいな、元気っていう風にいろんな人から話しかけられるので、人のぬくもりっていうかそういったものを感じられるところがすごい好きなところですね。あとは自分のやりたいっていう意思を示したらプラスになることであれば自由にやらせてくれるところ